世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。今日から僕たちの瀬戸芸秋会期がスタートです。今日は本島に行きたいと思います。本島行きのフェリーはこちらの丸亀港から出港しています。ちなみに今回はレンタカーで香川に来ました。丸亀港近くに有料ですが駐車場があります。本島行きのフェリー時刻表です。意外と本数があって驚きでした。丸亀港内には瀬戸芸インフォメーションもあります。ここでもフェリーの時刻表や瀬戸芸グッズの販売もありました。インフォメーションで本島のガイドマップをいただきました。本島に行く前にさらっと予習しときましょう。そろそろ出港の時間なのでチケット売り場に来ました。だいたい20人くらい並んでいました。本島までの往復のチケットを購入。値段は1070円でした。本日の天候は晴れ。10月ですが気温はまだまだ暑そうです。本島行きのフェリーが到着したので乗船します。今回の船は定員240名の本島丸です。無事定刻通り出港です。船内は意外にも満席でした。奥には瀬戸大橋が見えます。フェリーで約35分、本島に到着です。天気も良くて絶好のアート巡り日和です。まずはインフォメーションにやってきました。作品は大きく分けて2つのエリアにあるみたいです。まずは港近くの作品から見に行きます。インフォメーションのすぐ目の前に作品が1つあります。石井明さんの作品、フェアトレックです。オランダ語で出港を意味するこの作品は、日本で初めて太平洋を横断した帆船、関林丸をモチーフにしています。船は地面から少し浮き上がっているように設置され、まるで海と空の間を行き来しながら新たな旅に出ようとするような印象を与えます。フェリー乗り場に戻ってきました。ここで自転車を借りて作品を巡りたいと思います。自転車は1日借りて500円。電動自転車は1500円で借りられます。まずは港近くの作品エリア、泊交渉エリアから巡ります。西側の島は今回が初めてなので、新しい景色につい見とれてしまいます。自転車で約5分、一つ目の作品が見えてきました。ジャッカイ・シブリートの作品、ディスパッチです。古民家の中に入ると、布や衣服を素材にしたインスタレーションが広がっています。この布や衣服は、地域住民から集めたものを使用しているそうです。この作品のタイトル、ディスパッチには、送り出す、伝えるという意味が込められており、作者の問いかけ、後世に何を残したいか、一番大切な記憶はというテーマに対する島民からの回答やメッセージが手刺繍で刻まれています。私たち鑑賞者は布の一つ一つに刻まれた物語を想像しながら自分自身の誰かに届けたい思いと向き合うことができる作品です。次の作品も本島泊まりエリアにあります。駐輪場から北へ上がったところに向かいます。真壁陸二さんの作品、関林の家です。関林の家は関林丸の水夫、横井松太郎氏のかつての古民家を会場として利用しています。関林の家は建物の内外に様々な視覚表現を配置し、光や反射、色彩を通して建物の空間の時間性や記憶性を感じさせる作品です。真壁さんの作品といえば、小木島の細い路地を舞台に描かれた壁画プロジェクト。どちらも素敵な作品ですが、本島の作品は光と影が織りなす空間インスタレーションになっていて、幻想的な空間でした。次の作品は自転車で5分くらいのところにあります。徒歩でアート巡りしている方もたくさんいたので、時間のある人は徒歩でもいいかもしれません。到着しました。本島市民センターです。今回はこの施設の車庫が作品の舞台です。指導エリアでも体験した筧康明さんの Echoes as Air Flows です。画面には本島の港付近の映像や、これから向かう笠島エリアの映像も映し出されている中、ここから50キロ以上離れた琴電指導駅の映像もあります。なんか懐かしいですね。今回の作品もこのメガホンみたいなものに息を吹きかけることによって映像に映し出された場所でシャボン玉を発生させることができるとってもハッピーな作品です。映像はリアルタイムなので通りかかった人を見つけたらぜひ息を吹きかけてあげてください。次の作品は泊交渉エリア最後の作品です。旧本島中学校の体育館にあります。
どこかで見たことある布が入り口で風に吹かれています。こちらの作品は小竹マンさんの作品海の絵祭りです。北アルプス国際芸術祭でも登場した小竹マンさんの作品瀬戸芸ではどんな作品が見られるのか楽しみです。作者は自分で暮らし、作り、祭るという独自のスタイルで知られており、この作品も島民と協力しながら海や伝統、祭りをテーマに巨大な地上絵のような作品を制作しました。自然の土や泥、竹などの素材を使ったこの作品、どのぐらいのサイズなのかというと、伝わるでしょうか、この大きさ。地上絵の一部を切り取り再構成したこちら。地上絵の大きさを感じることができる圧巻の空間です。この空間に入ると島の土地と人、そして自然が一つに結びつく感覚を体験できます。次は2つ目のエリア、笠島に向かいます。海岸沿いを走っていけるみたいです。うわー、見てください。この絶景の海と奥には瀬戸大橋も見えます。この景色には思わず立ち止まってしまいました。海岸沿いを走っているとバス停を見つけました。芸術祭限定のシャトルバスが運行しているみたいです。1日フリー券は500円。瀬戸芸のアプリからだと400円で買えるので、雨の日でも巡りやすいです。旧本島中学校から自転車で約15分、作品に到着しました。アレクサンドル・ポノメロフの作品、水の下の空です。船の形をしているこの作品は、木や金属、ロープなど海にまつわる素材で構成されています。作者はもともと海洋探検家としての経歴を持つアーティストで、海と人との関係をテーマに制作してきました。この作品の海の中にも空があるという発想は、私たちが見ている世界の上と下の境界を揺るがすような視点を私たちに体験させます。次の作品は笠島エリアの集落内にあります。先ほど通った海岸線を戻っていきます。到着しました。笠島集落です。こちらの集落は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された場所です。細い路地が入り組み、石垣と白壁の家が連なる景観はまるで時が止まったようです。笠島集落一つ目のギャラリーの舞台はこちらの古民家です。川島博之さんの作品、瀬戸内ストーンラボです。採石場で採取した原石や埋め立てに使う栗石などを素材にして作品を制作しています。様々な石の重さを表した展示や 3D スキャンした採石場の模型と採石音を再現した作品などがありました。石というものがただ硬く重い素材を超えて時間、技術、人の手仕事の後、社会の定義など多くの意味を感じ取れる作品だと感じました。メインのマッチョ通りから少し狭い路地裏に入ったところに次の作品の舞台があります。ルクセンブルク出身のアーティスト、ゼ・スーメイさんの作品、ムーニーチューンズです。海、月、宇宙のつながりの中に存在する本島を月の痕跡と音を素材に表現したインスタレーション作品です。直径2メートルを超える大理石で作られた月と、その空間は月と潮の満ち引きを映し出し、海と広大な宇宙の関係性を感じさせてくれます。また、奥には天井から吊るされた火山岩の作品もあります。音はほとんど聞こえない空間ですが、耳を澄ませると空間全体が囁きのように震えているように感じました。皆さんにもぜひ体感してほしい作品の一つです。次の作品も北アルプス国際芸術祭で登場したアーティストの作品です。エカテリーナ・ムロムチェワの作品、ハウス・オブ・シャドウズです。部屋の中には木彫や人形、布に描かれた絵などが置かれ、照明によって壁や天井に映し出された影がゆっくりと動きます。影の家はただの建物ではなく、現実と夢が交わるもう一つの家を意味しています。影と連動して島民から集めた子守歌や島で録音した鳥のさえずりなどのサウンドが響き、光と音に包まれながら自分の中の静かな記憶をたどることができます。次は本島の伝統を生かした作品です。この作品はアリシア・クバーテさんのレボリューションとワールドラインズです。香川県で唯一重要伝統的建造物群保存地区に選定されている笠島地区の建物を生かし、時間や空間の概念と現実の構造を重ね合わせたこちらの作品。レボリューションでは回転や軸のモチーフを通して歴史や時間の循環を象徴しています。奥の部屋にあるワールドラインズは宇宙論での世界線を想起させ、過去、
現在、未来が交差する感覚を生み出しています。視覚的なトリックを加えることで、私たちに現実と虚構の境界を問いかける哲学的で奥深いインスタレーションです。笠島集落最後の作品に向かっています。瀬戸芸の青い旗が見えてきました。到着しました。笠島では一番山側にあるこちらの古民家が舞台です。藤原文江さんの作品、無二の視点からです。部屋にひっそりと置かれた一枚の風景画は、人の目線ではなく、石の視点で描かれた風景画です。黒いサンドペーパーを削るようにして描かれた線は、まるで石そのものが自分の記憶を語っているように思えます。何百年も雨風にさらされ、人の手で割られ、歴史を積んできた石たち。その一つ一つが見てきた風景をすくい上げています。静かな空間の中で立ち止まると、石の声が聞こえてきそうな、そんな作品でした。本島泊エリアに戻ってきました。まだ見ていない作品があったので全回収します。村尾和子さんの作品、漆喰固定看板プロジェクトです。こちらの作品は、島民から聞いた言い伝えや島に活気が溢れていた時代のエピソードを調査し、図案化した作品です。本島泊エリアの民家や店の軒先に全部で7つの作品が展示されています。この看板を巡る体験は、まるで島の記憶を探す旅のようです。歩いて、見つけて、立ち止まり、その行為すべてが作品の一つになっています。作品をすべて見終えたので、港近くにある本島パークセンターにやってきました。ここに筧康明さんの作品のシャボン玉吹き出し口があります。どうやらシャボン玉の向こうで誰かが息を吹きかけてくれてるみたいです。うちわでリアクションを伝えることもできます。今日はインフォメーションの目の前にある本島スタンドというカフェに行きたいと思います。テラス席もありましたが、今日は暑いので中で涼みながら少し休憩します。自家製ドリンクやアルコールも飲めるみたいです。私たちは今日もアイスコーヒーにしました。ヘトヘトの体にキンキンのアイスコーヒーはかなり染みました。ごちそうさまでした。思っていたよりサクッと見終えたので、12時35分のフェリーで丸亀に帰ります。意外とたくさんの方が早めに帰るみたいです。丸亀駅に来ました。フェリー乗り場からは歩いて10分もかからない距離にあります。今日はまだ時間があるので、丸亀駅の目の前にある丸亀市猪熊源一郎現代美術館に行きたいと思います。ここでは画家猪熊源一郎さんの作品を中心に展示しています。約2万点の所蔵作品を生かし、国内外の現代作家の企画展も開催しています。今回は11月24日までやっている大竹新郎さんの大規模企画展を見に行きます。どんな作品があるのか楽しみです。チケットは掲載パスポート提示で1200円、一般だと1500円で買えます。香川県丸亀市にある猪熊源一郎現代美術館で開催中の大竹新郎さんの大規模個展、網膜です。大竹新郎さんは音楽、映像、絵画、彫刻など多彩な手法で現代アートの最前線を切り開き、日本を代表する現代アーティストの一人です。1988年から現在まで取り組んできた代表作、網膜シリーズを中心に廃棄されたポラロイドフィルムに残る光の痕跡を透明な樹脂で何度も重ねる独自の手法で描かれています。作品の中でもひときわ目立っていたこの作品は、高さ7メートルの大型インスタレーション、網膜や記憶ろ過小屋です。街の人々が見ていた風景や記憶を再現する小屋として設計され、30分ごとにスモークが立ち上がり、網膜の再生を告げます。見る者は作品と空間の中で過去と現在が交差する体験をします。約300点を超える作品が展開する本展は、視覚、時間、記憶をめぐる壮大な旅のようでした。作品を見終えたのでグッズショップにやってきました。猪熊源一郎さんや大竹新郎さんの作品を中心にグッズが展開されています。トートバッグやアパレルなど幅広く揃っています。T シャツがかなり魅力的でしたが、今回は我慢しました。美術館内にカフェがあるみたいなので行ってみようと思います。カフェのある3階に上がると、ここにも開放的な広場と作品がありました。この広場の目の前にカフェミモカがあります。中はモダンな雰囲気で、
落ち着いた空間が広がっています。ランチも15時までやっているみたいです。私たちはちょっと甘いものが食べたいのでケーキセットにしました。コーヒーとセットで900円。ケーキはチョコケーキとクランブルチーズケーキを選びました。ここのケーキ、店員さんもおすすめしていて、どちらも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、芸術祭生誕の島、伊吹入り子の生産地、伊吹島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。